年オーストラリア行った時に砂漠で撮ってきたやつです。苔むした湿度の高いような全くその湿度の違う2つの混ぜようかな。今回ちょっと新しい新素材を使うタンジェリンレイヤーストーンです。ちょっと試行錯誤しながら構図組みたいかなと思ってます。こういう感じかな。結構安定するね。たまらない。これ組み合わせるってなると難しいとか。メイズグラベルもう1杯ぐらいいっちゃえる。半杯ぐらいでいいです。半杯ちょっとこぼれながらこうちょっと軽石入れれる。ありかもね、これ。そのぐらいいいですね。溝がいい具合になんか流木の入る隙間なんですね。ちょっとお尻を沈めながら風を風を感じるというか、水流っていうよりかは風が吹いてる感じがする。
このガレ場の間のところに化粧砂が入るとそれで土留めになるから、これねやるかやらないかマジで違うんで、化粧砂を最初に詰めて化粧砂でもソイルを覆うぐらい。今回スペースが狭いんでちゃんとちょっとストックを使って石の質感が遠近感を出しやすい、素材なので、その分盛り土をしてあげるとよりこう立体的に見えるかなっていうところで、パワーサンドがこの高さってなかなか見たことないと思うんですけど。単純にね、青地とちょっとオレンジ味の色を持っているのですごく同調するんですよね。岩組っぽいけどちょっとワイルドさを出したいので、粒のレンジというか大きさとか色味とかは散ってた方が逆に多分マッチするだろうなって。シダを仮置きしてバランス見てみます。結構役立ちます。竹串の一番の目的は、植栽エリアを決めるってことですか。この竹串の例えばこうちょっと V 字にライン作ったんですけど、これは手前に植える植物と奥に植える植物をここで分けますってことですね。実際に竹串を置いてみて狭いな広いなってなったらこうやって調整したりします。ここのまず中央のエリア、ここはゴヤスドアクロタラがメインになります。で、この両サイドの化粧砂とソイルの敷き分けのところはスパイロカルカ。本当順応しちゃえばそんなに巷で言われてるほど難しい草じゃないと思ってます。普通のロタラぐらいの難易度かなって思うんですけど、ただ複型なんで他の植物に飲まれやすいっていうのもあるかもしれないです。
パラはさっき植えたスピアリスタイガーの周りですかね。イパラは水張ってから植えた方が個人的にはいいと思ってます。水がない状態で植えちゃうとベトッと張り付いちゃうんですよね。だからちょっとこう水が張り始まったぐらいで植えるとこうやってしっかり立つんでバランスを見やすいというかいいかなと思います。最後に水草を植えます。ラヌンクルスですね。茂みの中の一つのアクセントとして使われる。ホップして成長するんですけど、そんなに竹が長くならないので、下草に混ぜるっていう意味では相性がいい。そうですね。最後にバランス。はい。じゃあひとまずちょっとこれで植栽終わりなので、あとは時間の経過でまたどうするかって感じですかね。全部の水草が調子よく育ってもこのままいけるし、ちょっと植物の印象弱かったなってなればまた修正入れていくしかないですかね。